皆さんこんにちは。レジン大好き高闇です。今回の動画ではアルファベットのシリコンモールドを使ってキーホルダーを作ります。初心者さんがやりがちな5つの失敗をご紹介しながら、壊れたり汚れたりしにくい頑丈なキーホルダーを作っていきます。ぜひ最後までご覧ください。それでは初心者さんでもできるアルファベットキーホルダーの作り方始まります。今回はこちらのアルファベットモールドを使っていきます。こちらのシリコンモールドにレジン液を流し入れる前に、初心者さんがやりがちな失敗1つ目と2つ目をご紹介します。まず初心者さんがやりがちな失敗1つ目が、こちらに A、B、C とアルファベットが並んでいますが、こちらのシリコンモールドはアルファベットが鏡文字になっています。この裏表を確認せずにレジン液を流し入れてしまうと失敗する原因になります。具体的にどう失敗するのかというと、今回のような鏡文字のシリコンモールドの場合は、こちらの裏側が表になるように作品を作る必要があります。逆に鏡文字でない場合は、レジンを流し入れる面が上向きになるように作っていく必要があります。モールドの裏と表を間違えてしまう初心者さんがアルファベットモールドでよくやりがちな失敗1つ目になります。続いて2つ目の初心者さんがよくやりがちな間違い。初心者さんがよくやりがちな間違い。もしこのようなドーム型のライトを使っている場合は、このライトの中にアルファベットモールドを入れることができません。そのためレジンを流し入れる前にシリコンモールドをカットする必要が出てきます。シリコンモールドはハサミで簡単にカットすることができるのですが、カットすることができないシリコンモールドというものも存在します。あなたの持っているシリコンモールド、カットすることができるのか、カットすることができないのか、どう判断すればいいのかご紹介していきます。まずはシリコンモールドをひっくり返してください。シリコンモールドを裏側から見たときに枠線がなければカットすることができます。こちらのシリコンモールドは枠線がないのでカットすることができます。では枠線があるシリコンモールドとはどのようなものなのかというと、こちらのシリコンモールドは枠線があるシリコンモールドになります。このように線が走っているシリコンモールドは下手にカットするとモールドをひっくり返して机の上に乗せたときガタついてしまいます。もしあなたの使っているライトがドーム状のライトである場合は、このような枠線が入った足つきの大きなシリコンモールドを使うことはお勧めしません。固めるときにかなり苦労してしまうので注意してください。私はドーム状のライトだけではなくてスタンド式のライトも持っているので、このままレジンを流し入れても固めるときに苦労するということはないのですが、一文字ずつカットした方が作業がしやすいのでハサミでカットしていきます。高闇の K と Y をカットすることができました。初心者さんがよくやりがちな間違い2つ目は、ライトに入れることができないシリコンモールドにそのままレジン液を流し入れることで失敗してしまいます。それでは
こちらのシリコンモールドに透明のレジン液を入れます。モールドに対して4分の1程度透明のレジン液を入れました。ここでよくやりがちな失敗3つ目。こちら1層目のレジン液を入れた状態になるのですが、1層目にはカラーレジン液を入れたり、パーツを封入したりしないでください。この1層目はモールドからレジンを取り外したとき、表面になります。この表面を作るときに硬化不良を起こさないためにも、1層目は透明のレジン液だけで作りましょう。もしこの1層目にパーツを入れたりカラーレジン液を入れると硬化不良を起こしやすくなります。シリコンモールドでやりがちな失敗という動画でも同じことを言っているのですが、硬化不良を防ぐためにも1層目にはパーツやカラーレジン液を入れずに透明のまま固めましょう。硬化不良の危険性についてはこちらの動画で解説しています。それではこちらレジンライトで固めていきます。固めることができました。そうしましたら2層目を作っていきます。2層目には封入パーツを入れていくのですが、ここでよくやりがちな失敗4つ目になります。はじめにお話ししましたが、こちらのシリコンモールド、表と裏が逆になっています。裏側が表になるようにパーツを封入していかなければなりません。こちらのドライフラワーとアルファベットを封入していこうと思っているのですが、入れる順番を間違えてしまうと想像通りの作品を作ることができなくなってしまいます。具体的に説明すると、こちらのアルファベットの前にドライフラワーを入れてしまうとアルファベットが見えなくなってしまいます。こんな感じでアルファベットがドライフラワーで隠れてしまったら残念な仕上がりになってしまいます。ではどうすればいいのかというと、他のパーツに隠れてしまいたくないパーツから封入していきます。例えば今回の場合だとこのアルファベットから封入していきます。ただいくつもねパーツを入れていると、どの順番で封入していけばいいのかなとわからなくなってしまうことがあります。その場合は隠れてしまいたくないパーツをこの時点で入れるのではなくて、最後モールドからレジンを取り外した後に表面にパーツを重ねれば難しいことを考えなくてもパーツが隠れてしまうことがなくなります。言葉で説明しても分かりにくいと思うので、こちらの K と Y で手順を変えて制作していきます。こちらの K にはモールドを取り外した後、その表面にもう一度パーツを重ねます。対してこちらの Y にはモールドからレジンを取り外した後にパーツを重ねることはしません。それでは2層目の製作を始めます。まずは透明のレジン液を入れます。レジン液を入れることができたら、こちらにはもうドライフラワーを入れて、こちらには他のパーツで隠したくない封入パーツを入れていきます。パーツを封入するときは表面を下に向けて封入します。
Y にはこちらの EV のシールを封入します。他のパーツが重なって隠れたくないパーツを封入してから、レースフラワーを重ねて封入します。EV のシールと重なってしまうと、ドライフラワー見えなくなってしまうので、EV のシールを避けてドライフラワーを乗せていきます。それぞれパーツを配置することができたら、レジンライトで固めていきます。固めることができたら、次3層目を作っていきます。3層目が最後の層になります。色付きの作品を作りたいときは、この3層目にカラーレジン液を入れます。こちらのカラーレジン液を流し入れていくのですが、ここで5つ目のよくやりがちな失敗。カラーレジン液を濃く着色しすぎてしまうと、効果不良を起こして失敗する原因になります。レジン液を着色するときは透明感を残して着色しましょう。そうすることで効果不良しにくくなります。それではこちらのピンクに着色したカラーレジン液をモールドに入れます。レジンライトで固めてきます。固めてくることができました。こちらの朝食カップも一緒に固めてきました。朝食カップはレジンライトで固めると、このようにペリッと外すことができます。それでは高加熱が冷めたのを確認してから、モールドからレジンを取り外します。表面と裏面が逆さまのモールドは、このモールドから取り外す瞬間が一番楽しいです。どのように仕上がっているかな？おう、いい感じ。あ、すごいいい感じ。K も外していきます。こちらライトで固めている間に、ここからレジンが溢れてしまって少しいびつな形になっています。おー、いいね。こちら液漏れしてしまった箇所を削っていきます。液漏れした部分を大雑把にですが削ってきました。そうしましたら、パーツをひっくり返して土台の上に固定します。透明のレジン液を重ねて表面をなだらかにします。レジンライトで固めてきます。固めることができました。表面がなだらかになっていることを確認してから、こちらセリアのカラージェルネイルミルキーホワイトを塗っていきます。全面に塗ることができたら、綿棒で縁をきれいにします。レジンライトで固めてきます。固めることができたら、ひっくり返して色合いを確認します。もう少し色をはっきりと発色させたい場合は、もう一度カラージェルネイルを塗ります。今
回はこちらの色味で問題がないので、このまま次の作業に移ります。こちらの Y の方はシリコンモールドの中に EV のシールを閉じ込めました。こちらの K の方には今からシールを埋め込んでいきます。まずは透明のレジン液を表面に伸ばし広げます。レジン液を広げることができたらシールを乗せていきます。文字を並べることができたらレジンライトで固めます。固めることができました。そしたらこちらキーホルダーに加工していきます。K はここ、Y はここに穴を開けてきます。穴を開けてそこにヒートンを差し込み、それから全体をコーティングしてキーホルダーに仕上げました。すごいいい感じだね。Y の方は特にコーティングをしませんでした。もし K のようなツヤ感が欲しい場合は、表面にレジン液を重ねてあげればツヤ感が生まれます。今回は初心者さんがやりがちな5つの失敗をご紹介しながら、アルファベットのシリコンモールドでキーホルダーを作りました。気をつける点は5つありまして、1つ目はモールドの裏表を間違えた失敗。2つ目はモールドがライトに入らない失敗。3つ目は1層目にカラーレジン液やパーツを入れてしまう失敗。4つ目はパーツを入れる順番の失敗。最後5つ目は着色料を入れすぎて不透明になってしまったことによる失敗。この5つの失敗に気をつけてアルファベットシリコンモールドにチャレンジしてみてください。